通知作ったりして、インスタグラムに投稿してたんですよ。そしたら結構フォロワー増えて、ラーメン屋やったらどうしました？やって最初の1週間ぐらいはボロって言われて。マジっすか？いっぱいいっぱいそれで作ってるんですか？そうなんです。すごいですね。タレじゃない、タレですよね。タレをそのまま入れてるんです。で、油も入れてるんですよ。で、油を乳化させることによって一体感が出るんで、なるほど。そこ一体感を持たせることによって冷めにくくなるんですよ。タレも入れることによって、熱々になるんです。で、丼もまあ同時減してるんで、これお湯が循環してるんでそんな汚くはないですよ。っていうので、そこはもう熱々じゃないと僕は嫌いだなと思います。
揚げてるんで、トルチーニのチーズと焼きが混ざってキノコになってて、出汁にはグラニュー糖は足してないんですけど、油とそういうちょっとしたアクセントできて、これすごいですよ。すんごいうまい。鳥羽さんにも褒められました。めっちゃ良かったです。嬉しい。イタリアンだけにしよう。ああ、でしょうね。ラーメン屋では働いたことなかったんです。そうなんですいきなり出して、カナダのトロントに8年ぐらいいて、そこでは和食のシェフをやったんです。スタートはイタリアンフレンチだったんですけど、カナダでは和食をやって、ちょうどコロナに直面して、レストランが働けなくなったんで、どうしようかで、家で製麺しながらスープ作ったりして、毎日、ラーメン好きだったので、インスタグラムに投稿してたんで、スープは鶏ガラ炊いて、あれこれ作りましたみたいな。そしたら結構フォロワー増えて、ラーメン屋やったらどうしよう一人で来られたりするお客様が多いんで、お酒関係ないんで、コロナの影響で行けないのはラーメン屋っていうのが出た時にも出てたんで、なるほど。だったらもう一本絞ってやった方が、コロナの環境が決めた感じですね。じゃあなんかね。だから結構僕はもう聞き方がフリースタイルというか、流れに任せてるところもあるんで、それでじゃあラーメンやろうと思ってやって最初の1週間ぐらいはボロッと言われて、マジっすか？無課長って難しいですよ。めっちゃ難しいんで、舐めてたわけじゃないですよ。自分が美味しいと思ったけど、みんなラーメンを食べる人にとっては、もうちょっとうまみ欲しいとか、いろいろ言われたりして、やっぱスープの肉の量を増やしたりとか、ラーを増やしたら美味しくなるわけじゃないんですよね。そのうまみの方が大事なんで。はい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 。あまあ、チーズ単体でも甘さないようって油がめちゃくちゃ美味しいんで、使う理由って油が美味しいんですよ。うまみも強いんですけど、油がめちゃくちゃ美味しいです。そうか、チー油の中にそれポルチーニを入れてる。そうですね。イタリアの乾燥ポルチーニがあるんですよ。やっぱ味の素とかそういうの入れないんで。やっぱ入れたくないですか？ちょっとでも。いや全然味の素は悪いと思わないですよ。で別に入れても入れた方が安定するかもしれないしいいとは思うんですけど。なんかこう、なくてどんだけチャレンジできるああ、そういうことですね。まあ料理人としての。あんまりそういうのは使ってなかったので、頼らずにっていうか、っていうことですかね。今日作り方とかも見てても、和食の職人のなんか作り方が完全にそうじゃないですか。じゃあ1年しか経ってないですか？天才ですね。1年でこれってやばいですよ。あ、そうですか。だから僕も分かんなくて、もう全部ノリでやっちゃってるんですけど。ノリでやっちゃってる。なんかじゃあインスタで結構ここまで来たみたいなとこもあります。あ、そうなんです。だからここの場所選んだのも SNS に特化してうまくブランディングマーケティングやりながらやれば大丈夫なんじゃないかな。まあそれはそうですよね。今の時代ですよ。だって結構15分ぐらい歩きますもんね、駅から。だからあえてそういうところでやった方が駅前でいつも行ってる店よりもわざわざ
わざわざ来て貴重性だし、まあまあハードル高いですよね。ちなみに結構リピートしてくれてたんで、影響のいい時間だったかな。待ってる人も食べる時にぐったりしちゃって、もうなんかお店は食べてないんですよ。だったら一回起床してコンディションを整えて挑んでもらった方がお互いなんか気持ちいいなって増えてますよね。いい部分もありますし、制限性とかも一緒です。はい。